はい、どうも、料理人 VTuber の高見人でございます。ということでね、今回ご紹介するのはこちら。はい、ナバランダニョプランタニエでございます。子羊をね、使った煮込み料理なんですけども、春のね、お野菜をこうたくさん使ったね、煮込み、春を代表する煮込みの一つでございますね。で、こちらね、春野菜たくさん使うんですけども、こうイメージ的にはね、こう全部ドーンと入れてガーンと煮込むみたいな感じではなくて、この春野菜のこう繊細さをね、際立たせるために、一つ一つね、丁寧に火入れをしていって、最終的に合わせるというね、やり方をお見せいたしますので、ぜひぜひ最後まで見ていってください。それじゃあね、早速作り方の方いってみましょう。それじゃあ皆さんのグラフィックボードの方インフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい、じゃあ材料の紹介です。こちら、子羊の肩肉ですね。で、こちらが腕肉になります。もう細切れにしてあるものを用意しました。で、こちらがフォンドボー、薄力粉、で、トマトペースト、で、白ワインですね。で、タイム、パセリのお軸、そしてローリエにニンニクですね。ご用意ください。で、こちら、じゃがいもですね。新じゃがになります。で、こちら、ペコロスになりますね。で、さやいんげん、グリーンピースですね。で、かぶと人参ご用意ください。で、まず人参はね、皮を剥いて、で、適度な大きさにカットしていただいて、で、面取りしていただければ OK です。今回ちょっと私はね、シャトーにしてるんですけども、無理してシャトーにしなくても面取りだけで OK です。で、こちら、かぶの方はね、皮を剥いていただいたら、ここのね、軸のところ、竹串を通して砂を取ってあげて、で、こんな感じでカットしていただければ OK です。さやいんげんは、こうね、筋を取っていただいてカットしていただいて、グリーンピースもこんな感じでね分解していただければ OK です。ニンニクは潰していただければ OK です。で、肩肉の方なんですけども、こちらはだいたい 4,5 センチぐらいの角切りになってれば大丈夫ですね。結構大きめにカットしちゃっていいと思います。こんな感じでよろしくお願いします。で、塩コショウしていきます。今回はね、岩塩の方を使用させていただいております。で、細切れの子羊の腕肉も塩コショウしていきます。本来ここはね、首肉がいいんですけども、ちょっと今回コリエの方がご用意できなかったので、味出しのために、腕肉用意しました。で、まず肩肉しっかり地それしていきます。強火でね、もう終始強火です。しっかりね、強火でここまで焼き色をつけていきます。まず両面焼いていただいて、で、側面もね、焼いていきます。今、倍速の6倍で今やっております。もうここのね、横のところもしっかり焼いていきます。で、もうこんな感じで、ね、全面きれいにね、焼き色がつきましたら OK です。それを煮込む鍋の方に移しまして、で、このね、溜まった油は一回捨てていただいて、そのまま腕肉の方を焼いていきます。で、この腕肉、子羊の腕肉に関しては、もう本当に出汁として使おうかなと考えてますので、しっかりね、ここで、焼き色をつけて炒めていきます。はい、ここまでね、しっかり焼き色つけていただければ OK です。で、残った油のところに、このね、潰したニンニクを入れて、香りをしっかり出していきます。で、そこにね、面取りした人参を入れまして、軽く炒めていきます。でね、表面が軽く炒まったら、もうまとめてね、全部入れ込みます。
で、そこにフライパンの方にトマトペーストですね。これは水分をしっかり飛ばしてあげてから白ワインを入れてあげてください。で、それをね、しっかり伸ばしまして、旨味もね、こそげ落としていきます。で、そこに、小麦粉入れていきます。これ私ちょっとね、まとめて入れちゃったんですけども、少しずつ入れた方がいいですよ。はい。で、少しね、水を加えて、こんな感じに仕上げていただければ OK です。で、それを煮込む鍋の方に全て入れます。これはですね、とろみをつけるためですね。で、残ったフライパンの方に水を入れて、これね、しっかりこそげ落としてあげてください。で、それもね、鍋に入れてあげます。で、そこに温度棒、お水ですね。これはかぶるぐらいではなくて、かぶるより、少し上ぐらいまで入れちゃって OK です。で、ローリエ、タイム、パセリの軸入れていただいて、で、弱火で煮込んでいきます。でね、こんな感じでアクが出てきますので、それはね、必ず取ってあげてください。で、火加減はこんな感じですね。で、落とし蓋していただいて、で、コト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 、だいたい1時間半、これ煮込んだ状態ですね。もうスッとね、串が入りますので、ここで、パセリの軸とかは取っていただいて、では仕上げのね、春野菜の方、火入れしていきます。まず、さやいんげんなんですけども、軽くボイルするんですが、本当にさっと、だいたい1分ぐらいですよね。そこまで長く火は入れなくて、色止めのために、水に落としてあげます。で、グリーンピースもこうね、火を入れていただいて、これも色止めのために冷水に入れます。で、新じゃがの方はですね、こんな感じで蒸していただいて、で、串が入れば OK です。で、ペコロスの方はね、もう一緒に、煮込んで、だいたい15分ほど煮込むと、だいたいこんな感じで透き通ってきます。で、この透き通ってきたところで、カブを入れてあげてください。別でブランシェールしてあげてもいいんですけども、私はちょっとこの仕上げの大体ところでカブを入れてますね。で、面取りした人参はですね、こう長時間煮込んでもこうやってね、崩れることはありませんよってところで今お見せしてます。で、これでカブの方に火を入れていきます。で、蓋をして、で、もうごく弱火で火を入れてあげると、こんな感じでね、カブもしっかり透き通って綺麗な感じですね。で、プランタニエはだいたいこれぐらいの濃度にしてあげてください。さらっとしたのがこのプランタニエの特徴になります。では、ドレスです。ナバランダリオンプランタニエ、いかがでございますでしょうか。では実食です。柔らかい。もうナイフいらないですね。もう分かりますかね。ちょっとスプーンで失礼します。こんな感じ。ちょっと見えるかな。もうこんなにふわふわになっちゃってますね。最高です。いただきます。この香りですよね。ペコロスもとろとろとろですね。
ナバランダリオン、プランタニエ、春をねこう代表する煮込みの一つでもあるんですけども、こう野菜をね入れるタイミングを変えてあげることでこう色彩豊かにね、仕上げることができます。でかつ野菜のねベストなタイミングの火入れもできるっていうところで、非常にね、いい煮込みだなって思っております。春の訪れを感じる春の煮込み、いかがでございますでしょうか。ぜひね作ってみてください。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。ナバランダニョプランタニエでございました。ではね、ここからはね、ちょっと専門的なお話をさせていただけたらなと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。で、こちらナバランダニョのこのナバランっていう、まあね、この語源に関しては、まあ諸説あるんですけども、まあよくね、一般的に有名なのは、こう、使ってる材料の中で株がありまして、で、この株のことをこう、鍋って、まあ、発音するんですけども、必ずねこのナバランの中にこの鍋、が入ることで、ナバランっていうこう名前になったんじゃないかっていう説が一つではあるんですけども、比較的こう濃厚な説としてもう一説ありまして、で、1800年代にあった、ナバリノの海戦っていうのがありまして、確か、イギリスとフランス、ロシアの連合艦隊と、オスマントルコ、当時ね強大な国でしたオスマントルコと、エジプトの海戦があったんですよね。でこの海戦っていうのが、そのギリシャ、今のギリシャの独立戦争で、海上でね、とんでもない戦いがあったんですが、その時のね、連合艦隊が勝ちまして、でその時に、このナバリノの海戦のからこう名前を取って、このナバランダニョっていう名前になったっていう説なんですよね。で、当時ですね、料理界の方でこういう戦勝記念で、名前を付けるっていうのが結構流行りがありまして、で、マレンゴだったりとか、あとマゼランとか、そういったところで、こう名前がね組み込まれることがありまして、でその流れでナバリノの海戦の、鍋、から来てるんじゃないかっていう説もありますよね。はい。で、このね、ナバランダニョプランタニエ、ナバランプランタニエですよね、っていうのがわざわざこのプランタニエっていう言葉がつくんですが、このプランタニエ、春っていうね、意味合いになってくるんですけども、じゃあこれってじゃあただのナバランとナバランプランタニエって違うんですかっていうところなんですけども、もちろん違います。はい。でまず、今回ねご紹介しましたナバランプランタニエ、ナバランダニョプランタニエですけども、こちら春のね、春野菜を使って、春の小玉ねぎだったりとか新じゃがだったりとか、あと新芽のねインゲンだったり、あとわかめのね、小さな小株、それとグリーンピースなんかを使ってこう色鮮やかにねこう仕立てるのがこのナバランダニョプランタニエなんですよね。で、一般的なこのナバラン、通常のナバランっていうのはどういうものかっていうと、だいたい秋から冬にかけてですね、保存の効く根菜とかで作る結構ね重厚な作り込みの、ナバランになります。で今回作っているナバランプランタニエの方なんですけども、結構ね濃度の方を見ていただいた時にも意外とさらっとしてるなとあると思うんですけども、これがねこのナバランプランタニエの結構特徴だったりします。で、これはねここからはちょっとシェフによって分かれるんですけども、私は今回そのお肉を焼くときには基本的にこうカソナードをつけるのが、結構古典的なクラシックなやり方なんですけども、プランタニエに関しては私はちょっとカソナードはつけて焼くっていうことはしなくて、逆にナバランの方で、このねカソナードをつけて焼くっていうことはあります。っていうのがどうしてもその保存の効く根菜類とかでそうですね根菜類が多いのでちょっとね、深みをこう付け加えていくっていうところで、私はその通常のナバランの方に、こうキャラメリゼするために、こうカソナードを入れるってことはありますね。
はい。まあ、そういった意味合いでね、ナバランとナバランプランタニエ、実はね、名前はね、一緒なんですけども、使ってる材料がちょっと違ったりとか、あと、濃度が少し違うっていうところで、この2つのね、違いがありますよっていうところのご紹介でございます。で、あとですね、お肉のところなんですが、今回私は、肩肉ですよね。通常肩肉をメインで使って、で、プラスアルファで、今回に限りなんですけども、腕肉使わせていただいておりました。で、本来はですね、腕肉ではなくて首肉ですよね。コリエっていうんですけども、コリエンダニョを使っていただくのが、通常です。で、その時の割合としては、コリエを使うのであれば、だいたい肩肉と半々ぐらいですね。で、なぜコリエを使うのかっていう時に、この、最終的にこのね、スープですよね。スープの部分の濃度のこの味のつき方がですね、やっぱり首肉ですと全然違うんですよね。さらに美味しいナバランになります。で、どうしてもちょっと今回は首肉が手に入らなかったので、ちょっと腕肉の方を細かくね、して、細切れ状態にして、それをね、もう出汁として使うっていう、もう最初からその方向でちょっと使わせてはいただいたんですけども、もしね、本格的なものをやるっていう時は、肩肉と首肉を使っていただいた方が、古典的なやり方かなと思っております。はい、それとですね、春野菜のところの処理のところでね、ちょっとね、専門的なお話をしたいなとは思ってるんですけども、まずですね、古典的なやり方の方ですと、カブと人参、そしてじゃがいもですね。これはですね、全部シャトー向きして、サイズ揃えるんですよね。で、その火をこう入れていって、こう見た目の美しさをこう統一させるっていうのが、クラシックなやり方ですね。ですけども、現代では、やっぱりそれを、やっぱり端材がすごい出てしまうっていうところもあって、できるだけこう、端材が出ないように、今回みたいなね、作り方の切り方で、火を入れてるっていうところが結構多いかなとは思っております。はい。それと、プランタニエに関しては、やっぱり緑色のね、インゲンだとかグリーンピース、そしてカブなんかもそうなんですけども、ああいう緑のところの部分をすごい活かすっていうところもあって、で、別にね、ブランシェル、ボイルしていただいて、で、すぐね、色止めしていただいて、で、最後にこう合わせていただくっていうようなやり方で、色鮮やかにですね、仕上げてるっていうのが、このプランタニエの特徴になりますね。で、あとスープを作る時のベースのところで、このトマトペーストは必ずですね、水分を飛ばすようにしっかり炒めてあげてください。で、その時にフライパンのね、縮とこう合わせてね、旨味をこう加えていって、で、白ワインはこれは結構ここもですね、シェフによって分かれるんですけども、入れる人と入れない人はいらっしゃるんですが、私は入れて、最終的に合わせてっていう形を使わせていただいてます。最後までご視聴ありがとうございました。YouTube 公式の登竜門であるハイプ機能が当チャンネルにも実装されました。スマホ限定の機能で、はあるんですけども、公開から7日間応援していただくことで世界に動画を広めることができる特別なボタンです。このチャンネルは期待の新人クリエイターの上位ランクに挑戦いたします。スマホ画面の流れ防止マークのハイプボタンから皆様の応援を届けてくれたら大変嬉しいです。皆様とね、一緒にもっと大きなステージで料理ができる日を楽しみにしております。ハイプボタンはどなたでもスマホ画面から週3回まで応援することができます。チャンネル登録、高評価、そしてね、ハイプでのご支援どうぞよろしくお願いいたします。今回のね、ナバランダニョプランタニエいかがでございましたでしょうかね。私はね、好きな子羊の料理というと、やっぱりジンギスカンが好きですね。それと、いつかね、ご紹介したいなと思ってるんですけども、ケフタカバブっていう、料理が、若い時にちょっと教えてもらったものがあるんですけども、非常にそちらもね、美味しい料理ですので、どこかの機会でね、ご紹介できたらなと思っておりますので、楽しみにしていてください。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。